おはようございます。画家の木曽です。今日の動画ですね。こちらの動画をお見せしようと思います。ポルトガルのオビドスという町でございますけども、すごく透明水彩の使い方自体は非常にスタンダードな、一番本当に初歩的な、基礎的な描き方でございます。だいたい3、4層ぐらいに、まとめております。それぐらいの以内で描いていくという技法で、やっぱり初心者の方とかっていうのはどうしても混ぜすぎてしまって、ちょっと汚い色大きすぎるところあるので、重ねて美しい色を作っていくということを少し覚えていくと一気に上達していくと思いますので、こういった動画ぜひ参考に何度も見て勉強してみてください。それでは解説をしていこうと思います。 B3 のキャンソンボードというのを使ってます。皆様は本当に一般的な水彩紙でいいと思いますよ。で、まず背景の方から描いていこうと思いますけども、今日はちょっと一番基本的な本当にスタンダードな透明水彩というところで、お見せしようと思います。これね、水だけでまず背景のところの緑のところを塗っていってます。まず水だけしっかりですよ、しっかり。背景のところ、境界のところは塗り残す。ここのところすごい慎重にやっていただいて、ちょっと水に色ついてるのはこれ汚い水だっていうだけです。なるべくきれいな水を利用して、まず背景のところ、奥のところというのを塗っていってます。で、若干家とかあるんですね。で、これはポルトガルのオビドスというところですけども、奥の方にちらちら見えるところは少し塗り残しておく。で、やっぱり初めの方に塗ったところっていうのは水が乾いてきますから、また水だけで濡らしてあげてとかっていうことをして、なるべく、そして今にじましました。土の色からまず攻めていきました。黄土色みたいな、イエローかみたいな、何ですかね、ローシェンナみたいな、なんていう色でしょうか。それで水がついているところだけで滲んでいくわけですね。こういう滲みみたいなのをまず皆さん使われてみてはいかがでしょうか。そして、緑を思いっきり大胆に置きました。で、奥の方の山々になってくると少し青みがかった色、白みがかった色というか、少し水を多めにするなり、ちょっと不透明の白みたいなの入れてもいいかもしれませんけど、奥の方に行くと少し、空気遠近法的に、手前の方はちょっと鮮やかな緑みたいな感じで置いていくといいと思います。まだ水が乾かないうちにちょっとかけるだけ頑張って描いておこうかなという感じで、やってみてください。ちょっとライトが映ってます。すみません。で、これ奥の方になりますよね。少し水を多めに、この辺も水だけに近い状態で、塗っていきながら、乾かんうちに、そして手前の方グッと置きましたよね。それで空気遠近法的に、後で書き込みながらその辺っていうのももちろん調整していくんですが、で、ちょっと動かしてみてください。そうすると周りと馴染みますんで、馴染むことによっていろんな色が混ざり合う微妙な調子になります。ちょっと持ち上げた状態にしてます、これね。で、下の方に流れていくような感じにしていってます。そして手前の方も書いていきながら、まず奥の方からドンと置いてあげて、それも土台ですよ。細かい部分っていうのはもう諦めて、ある程度大きな作り、ほら青っぽいでしょ。で、これ空気遠近法的な感じで作っていってます。で、手前の方というのは後々濃くしていきますが、その土台を作っていく。で、やっぱりちょっと濃いめにグッと置いてみて、手前の方ですね。建物じゃなくて、まず緑の部分から置いていく。スペイン、ポルトガルもいい街でしたね。また行きたいところランキングではだいぶ上位に入ってきますけども、この辺グーッと強めに手前のところですね、置いていってます。この城壁の周りのところがあったりとかですね、非常に美しい街でございました。ぐるーっと一周しましたけどね。で、この辺ガッと鮮やかな緑みたいなのを手前に置いていく。僕は結構この辺ラフに描いたりして、手前を意外と脇役的に持ってくるということをします。やっぱりこれはもう境界がもう完全にメインですので、そこの中に入ってこないように周りのとこだけ水でやってますから、まだ後ろの方完全に水では描いてないですが、少しずつ手前の方に攻め入ってきてます。で、あんまり触りすぎないようにも後ろでも乾いてきてるところとかありますから、ぐっともう歯をくしばって、もうこれは土台だっていう風に留めてあげてみてください。そして奥の方の土台ができて、手前の方のディティールというか細かい描写もしているように見えますが、そうでもないです。だんだんと大きく塗っていって、暗い色。それで奥行きみたいなのをまず出しておきますよね。で、周りから描いている境界であるとかっていうので、見せ場みたいなのが見えてきて、で、挟み込みによってより見せ場、この暗い色、両サイドに暗い色を置くことによって、
ね、見えてきて、で、この城壁の中にある緑みたいなものの色も少し置きながら、ちょっと点描とかを使いながら、物の端っこの部分っていうのはやっぱ大事ですね。葉っぱの端っこであるとか。そして、これあんまりこの日っていうのは曇り空だったから、陰影っていうのはつきづらかったんですが、ちょっと逆光気味にしておこうということで、教会全体が薄い影の中に入れてあげようと。もうこれ背景この段階では乾いております。乾いてきましたので、城壁の中にある教会を描いていったということですね。水を多めに浸した土台を作って、その上に寒色系、これは紫と青。そんなに今回はどっちかというとこうやってぐーっとなじめこの野郎って感じですね。今回のテーマっていうか、あんまり色を鮮やかにせずに渋めのやっぱりスペインの田舎の雰囲気みたいなのを出してあげようというふうに思いましたので、どっちかというと色をかなり絞っていって、そしてあんまり重ねすぎないようにしながら最後はしっかりディティールを描いていく。でディティールの部分というのはちょっと長くなりましたので完全にカットしてみますけども、ある程度土台まで作っていく段階というのを丁寧に今回お見せしてますので、本当は初心者の方っていうのをこういう難しい、これね転写してます。形難しかったら転写でいいと思いますよ。転写のやり方は、これやったら A4 の写真に、コピー機でA3、141倍だかな、144倍かな。コンビニエンスストアとかに行かれてみてください。コピー機ってあんま今使ってる人いないでしょ。あれに入れて、白黒コピーで写真モードというのを選択して、わからなかったら若い人に聞いてみてください。大体できると思いますんで。で、A3 に、拡大コピー。多分 A3 に白黒コピーでも多分10円やと思いますので。で、そのコピー紙の裏に、今この手前の方にじましてですね、城壁の古い感じとかですね。で、その黒のパステルをの腹の面を使って、こすり込んでいって、ティッシュでこすり込んでいって、もう形は描き写してます。形に自信がないという人はもうそれでいいと思います。大人の塗り絵的な感じでそんなことやるのはダメだとか邪道だっていう人もいますけど、それでストレスかかる人はやっぱり色彩で見せたいなとか、書き込みでいろいろ見せたいなとか、透明水彩の良さを見せたいなとかっていう人はそれでいいと思います。あまりそんなに神経質にならなくて、ダメよりも自分が苦手なところっていうのはね、カットしながら得意なところでやっぱ透明水彩らしい感じですね。後ろの方がうまいことにじんで、馴染んでいきました。で、手前の方も少し土台作りをしていってます。だいたい2層から3層、細かい描写を入れて3層ぐらいでまとめようかなというふうに思ってます。本当に多分一番基本的な。で、一個一個ペタッと色を塗るっていうだけじゃなくて、少し違う色も差し込んであげたりですね、土台作りの段階からですね、少し違う色を少し入れてあげたりしながら、いろんな遊びを入れてあげる。それすることによって透明水彩の面白さとか良さっていうのはより生きてくると思いますので、こういう屋根とかこういうところすごい慎重にやってます。全部を慎重にやるというと僕も息苦しくなりますので、特に教会の建物だけは、そしてその周りです。この周りが意外と大事なんですね。周りを大事に描くことによって教会というのが浮き上がって見えてくる。周り今描いてます。これ周りですね。後ろに見える、畑ですね。何を栽培してはるんですか分かりませんが、これもそうです。教会のとんがったところの周りを描いてってます。で、こういうところを大事に描くことによって、こういうところ後ろにある、杉の木でしょうかね、何でしょうかね、というところを大事に描くことによって、そこの外側から攻めてくる。これ外側から攻めるということができるようになってくると、皆さんね、上達するんですよ。ほら、もう全然モチーフっていうかね、主になる教会まだ描いてないでしょ。で、それによってでもなんとなくシルエット浮かび上がってきてるの分かりますか？これめちゃくちゃ大事なんですよ。これできるかできやんかっていうことで、すごく力の差が出てきます。こういうところなんか本当ににじましたりと細かいことですけども、もう一発二発2層ぐらいですね。初めに塗った土台に対して2層ぐらいである程度もう蹴りつけてやろうというぐらいの気持ちでやってます。その蹴りをつけるというね、潔さみたいなのを皆さん学ばれていくと成長しますよ。
このぐらいでもう決めてやるんだと。でも結局周りがなんかこう良くなってきたら、もうちょっとやらなあかんなっていうことはもちろん出てきますけども、その瞬間瞬間に、ね、皆様の Do the best ですね、どれだけベストを尽くせるかということは大事かなというふうに思いますよ。これも教会の周りのところをやっぱり大事に書いていって、全部に書きやりすぎるとすごくこうしんどくなってきますので、せめてまず主になるところっていうのをどこかなというのを決めて、でその周りというところによってモチーフが浮かび上がってくるという、そしてようやく教会の中ほら書き出したでしょ。こう後ろから書いていきましょうっていう指導あったりするかもしれませんけど、これなんかもう典型的ですよね。なんか本当にそれによってこう出来上がってきて、中も丁寧にもちろん書いていくんですけども、外側によってシルエットが浮かび上がってきて、で今の段階で3つ暗いところがあるの分かります？教会の後ろ、左側、右側、三角形の構図ができていると。この別に逆三角形でも X でも5つあっても何でもいいんですよ。皆様のその好みの問題だと思いますけど、3つあるとある程度こういう三角形の構図っていうのはレオナルドとかが結構使ったダヴィンチですね、使ったやつなんですよ。実はそんなこと木曽先生やってんのなんて思われるかもしれませんが、あとはこれ城壁によって X にも見えてくるような構図にしてるんですよ。そんな難しいことしてはんの？たまたまもあるんですけど、そういうのも画面構成っていうのは途中段階でも見てあげるんですよ。で今教会の部分だいぶ書き込みが進んできたから、それにこうするかのごとく周りも引き締めていってる、こういうのができるかですね。でそれによって現場とかで書くときに途中で終わってもある程度のものに仕上げることができるという、こういうディティールも書くんですが、もっともっと細かいディティールは本当に最後の最後でこれぐらいでとどめておいてという感じで、今3つ暗いところがあるのが分かって、そして、書き込みが少し進んできたから、そして画面の中である程度一番強くなる可能性の高い彩度の高い色を置いてみた。赤ですね。この屋根、新しい屋根の部分っていうのはすごく赤くて、これをどう描くかっていうのもポイントかもしらんなと思って、この赤に対してどれぐらいのビビッドな緑色が、難しいこと言い過ぎてはるかっていう感じかもしれません。すみません、難しかったですか？これなんか影の中のベースの上に赤い色を置いていくことによって、っていう感じで、これぐらいだとそんなに違和感なく、この鮮やかさもなんとか画面の中で、いろんなタイプがいると思うんですけど、僕は結構鮮やかな色ガンガンガンと置いていくこともできますし、今回みたいに逆にもあえて渋く、ベーシックにある程度色数を絞ってというか、吟味しながらですね、描いていくということももちろんしたりもします。それによって、この街の風合いとかっていうのも出てきますのでね。で今赤みがかった強い赤が右の方に暗い色プラス彩度の高い色が入ってきたから、ちょっと画面の中で響きかせ合うように赤を少し後ろの方とかの奥の方の街の屋根とかにも置いていって、さあ大丈夫かなっていうことを画面の中でバランスを見ているんですよ。おじさんそんな難しいことしてはるにゃって感じかもしれませんけど、そういう風にこの赤に対して周り大丈夫かな、いけるかなっていう感じで画面全体を一応見ています。でこの辺にもやっぱちょっと鮮やかな色を置いておくことによって、なんとなく画面の中でまた 3箇所ぐらい右上の方を右真ん中の方左の方に入ってきましたよね。だから一部から進むんじゃなくて、やっぱ全体見ながら、じゃあこのサイドに関してもある程度画面の中で散らしていく。こんなことできますかね。ぜひ頑張って挑戦してみてください。そういう目を持つことが絵作りです。絵作りっていうの大事ですよ。写真そのまま上手に写しましたっていうんじゃなくてね、かっこよく描きたいじゃないですかね。写真よりも綺麗に描きたいかもしれません。透明水彩使ってんやったら透明水彩の良さを出したいとか、いろいろあるじゃないですか。でそういう中でもこうやって画面を作るということを少し覚えていくと、絵作りっていうのがぐーっと面白くもなりますし、見る人の立場に立てるということができるようになってくると、これなんかかなりビビッドな赤をきましたね。これもかなりチャレンジをしてるんですけども、それでもこの私の日頃の絵の中では抑え気味の方なんですね。で両サイドの方にサイドが高い色を置くことによって、中心のこの、主になる部分っていうのが少し弱く見えてきたんで、さあいよいよ濃いのゴンときましたよね。サイドが高いのがなかったら、今度は明度が暗いのを置くことによって一番主になるの黒じゃないです。茶色と青とか混ぜてます。この一箇所だけやったらちょっと辛いぞということで、またこれ響きがし合うわけですね。下の方に持ってきた。今回はなんとなく三角形みたいなのが中心になってきてるかもしれないなっていう感じが今自分でこれやってて分かんないんですよ。もう感覚で長いこと絵描いてるからですね。この1箇所に対して2箇所3箇所こういう風に響かし合わせていこうかな
なっていう感じで、もうほとんどこう無意識に近い状態で、よくライブペイントなんかやってても実はそれやってるんですけど、ほぼ無意識に近いから自分でもよくわかんないんですよね。でなんかこうで葉っぱなんかも暗い色置けるぞと、これぐらい暗い色がガンと置けたら、サイド的には低いけども明度的には暗い色グンと置いてみて、さあ画面の中で響かし合おう、さあどうやと。でこのぐらい色を置くことによってそんなに悪くないけど左の方が少し明るすぎるかなっていうのをこの中で脳みそでなんとなくこう理解してるんですよ。もうちょっとこっちの左の方欲しくなってくるんちゃうかなっていうのを予想を立ててるんですよね。そういうことができると、それでもなんとなくこうやっぱりこう書き込みをしっかりしたこの後ろのところ、ここの境界ですね。でもそれでもここにもやっぱビビッドというか濃い明度の暗い色の緑色を置きに行きましたもんね。やっぱり左側の暗さに対して、葉っぱですね、ここもやっぱりある程度持ってこんといかんなっていう感じで、もっともっと左の方の画面の方にやっぱ欲しくなってんのは実際はあるんですけども、このように画面をずっとこう見ながら、でも今の段階だともう相当こう画面全体に手が入ってきたことによって背景の方全然進んでないことに気づいてくるわけじゃないですか。そこに気づけるかなんですね。一部うまいこと言ってるって言って離れてみたときに、よくこう上達しない人のコツというかですね、特徴の一つにやっぱり画面全体を見れないっていう人がいるんですよ。よくこう離れてみましょうって言われると思うんですけど、こう自信ない人ってどんどん猫背になっていって、画面の局部しか見えてなくて、ここの部分書けない、ここの部分書けないって言って、どんどん猫背になっていくんですよ。これ本当なんですよ。で、変に自信がある人、変にじゃないな、上手な人ってちょっとこう引いて見れたりとか、お茶とか飲みながらですね、カッコつけるぐらいの感じで離れてですね、自分の絵を見れるぐらいの気持ちになってる人っていうのはやっぱ成長早いんですよ、意外と。私なんかもそういうタイプでした。浪人時代なんかを外に出て、絵だけ持って外に出てタバコを吸う口実にしてました。そんなんして離れてみて、もうちょっとこうかな、もうちょっとここ暗くした方がいいかな、明日がいいかなって。結局見る人というのはそのオビドスという町行ったことある人ももちろんおられるかもしれません。この一瞬、この場面、この情景、この光、気候、季節知らないわけですよ。でも自分は体現してたり体感してたりするわけですよね。でそれをやっぱりこう写真よりもよく伝えてあげることが理想なわけじゃないですか。もっともっとそれを伝える。そして画材というものを使っているわけですから、そこには絵の具という物質があるかもしれませんし、特性があるかもしれませんよね。でそういう特性をじゃあどうやって生かして、今回やったら透明水彩らしい、素朴な絵を描こうかな。素朴って何って感じかもしれませんけど、どっちかというとなんていうんですか、もう力技感がないというか、少し力が抜けてるぐらいの絵が多分理想的かもしれないな、この街の雰囲気を出すためにはっていう感じでですね。でだからちょっとお水を多めにした透明水彩で描く。でもちょっと暗い色とか画面の中では構成要素としてはあった方が絶対いいということで、ようやく後ろの方も描き出したでしょ。それによってこうね、もうちょっとここのとこ暗い色置けるぞっていう風にこう画面をこうやって作っていくということは、今回の動画は非常に勉強になるんじゃないかなという風に思います。私もなんか自分でそこのところを主眼に置いてお話を進めようと思ったら、やっぱりそれをやっていることが分かって、やってる張本人はあんま分かってないんですよ。何十年も絵描いてたら分かってないんです、本当に。で今やっぱ見てみると、こうやって細かい描写も一部だけじゃなくて画面の中でちょっと響かせ合うように描いていっていることがやっぱり分かってきますね。ということで、最終的には左の葉っぱ、右の葉っぱっていうのも今起き出しました。ほら暗いのね、この辺もだいぶ暗くしました。その細かい描写みたいなのとかっていうのまでは最後お見せしてませんので、細かい描写の描き方なんてほらガーンと置いたでしょ。他の動画とかを参考にしていただければと思います。今回はどちらかというと基本的な絵の具の使い方、今これは3層目ぐらいで細かいこう屋根の描写とかをしていって、ですね、あんまりこう色をですね、汚い色じゃなく、ある程度は渋めの色ですけども薄く重ねながら色をなんていうんですか、汚く濁らないように、そして、水彩らしさも残しつつ、ディティールも描きながら画面を構成していくという、本当に基本的な一番基本的な、透明水彩の技法というわけじゃないかもしれません、技法かもしれませんけどね。
画面構成の仕方。こういう画面構成の仕方というのをぜひですね、皆さん勉強されるとすごくいいと思います。絵ですからね、皆さん。絵を描くっていうことですから、写真そのまま写すんですよっていうことだったらまた違ってきますが、やっぱり絵画を作るっていうことどういうことなのかなっていうのを少し考えていかれると、なんとなく X の構図に見えてくるの分かりませんか？右の上の方にヒューッと抜けていく、左の上の方にヒューッと抜けていく。なんとなく X の線が見えてくるぞとか、細かい描写もするけど暗いアクセントも入れているし、白をバチッと塗り残しているところもあればですね、細かいまた描写もしていってます。さあ皆さん、今回の動画は理解できたでしょうか？どうでしょうか？難しかったですかね？こういうのは本当にもう経験も積んできたのもあるんですけど、僕は受験を結構一浪して大学に入ったんですが、当時っていうのはもう受験が難しかったですね。だから6時間とかで油絵を1枚描くとか、そのためには、例えば武蔵野美術大学、80点は最低取れないといけないと。ということは、完全なる未完成っていうのは厳しいぞっていうことで、80点を取る方法としてこういうふうに細かい描写してますけど、画面を構成するということをやっぱ体で覚えてしまったんですね。で、そういうことを皆さんも覚えると、端から端までびっちり描かんと思ったらもうしんどいわと思うかもしれませんけど、ちょっとラフに塗り残しておいてもなんかかっこええわとかっていう美意識が皆様の中で芽生えてきたりとかしていくと、絵描くのもっと面白くなってきますし、こうやって透明水彩らしくにじますとか、細かく描くとか、重ねるとか、そういうことも覚えていくと、絵を作るということがもっともっと面白くなります。もっともっとで、楽しくなりますし、自分の作品、自分の絵でございますから、誰かに迷惑をかける。私なんかやと、ね、画廊の人に迷惑かけたりするんで、すみませんなんて言うんですけど、画廊さんとかついて、お仕事される方は迷惑かかることもあると思うんですが、趣味とかでされている方とかはそんなに迷惑かかることもないと思いますので、もうこのぐらいでもなんかかっこええなっていう感じに、この辺ほらやっぱりすんごい慎重、一番慎重にやってるのはその教会周りです。そこのところに目が行くわけですから、そこからやっぱ周りに派生していく形とか、この辺も奥に後ろの方もだいぶ書き込んできたの分かりました。動画自体はちょっとこの辺りで終わりますが、最終的にはもっともっと書き込んで、プラス1時間半ぐらいかな、書いていきました。その辺りというのはもう動画にしてもちょっとなっていう感じがしたので、すみません。今回は割愛を割ると書いて割愛させていただきました。こういう風に画面を構成する水彩というのはこういう一番ベーシックなですね、いいんですよ。だからこれを逆手に取った絵を描くっていうのもありなわけですよ。何でもそうですよね。基本の知ってた上で逆やったらまた正解みたいなことをよく僕は動画で言ってます。そういうこともよく知っておくと面白くなってきますので、絵の見方というのがどんどん変わってきて、どんどん成長していくかなというふうに思いますので、ぜひ、こういった動画を参考にこれからも勉強に、これなんか暗い色グッと置きましたよね。わかりました。やっぱり画面全体を見てることがよく理解できるんじゃないかなというふうに思います。最後はですね、細かい描写もググっとしながら書いていきましたが、もっともっとこのぐらいの作業、しょうもない作業を延々と1時間半もしていますので、愛を割る、割愛させていただきました。解説は以上です。最後は必死のパッチで描き込み完成ということで、こんな感じで完成でございます。わー、素敵な街並みねという感じでしょうかね。オビドス終了。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。最後の書き込みの部分すみません。カットさせていただきました。ネチネチやっていて、おそらく、初めの皆さんにお見せした部分はだいたい2時間ぐらい、後半のネチネチ書いていっているところをカットしましたが、1時間半ぐらいかな、書いてますので、そこの部分というのは見せても面白くないと思いますので、今回カットしましたけども、ぜひですね、まずしっかりとした土台というのを作っていくと、ある程度書き込み、やすい土台ができますので、こういったものを参考にぜひ、海外に行ったような気分で描いてみられてはどうでしょうか。それではまた。チャンネル登録よろしくね。 SNS もやってます。よろしくね。